お鍋の中も春めいてきましたよ。スナップエンドウをあしらった豆乳味噌スープと薄口煮で蒸しにした野菜たちであと2品作ります。皆さんこんにちは。薄口には野菜を順に鍋に入れ、水と薄口醤油を合わせたものを加えて弱火で煮ます。最大の特徴は薄口醤油が素材の持ち味を生かして薄味なのに物足りなさを感じないということ。そしてそれらの野菜と煮汁を使ったスープはだし汁を加えてなくても不思議なほど風味豊か。スープ以外にもアレンジ料理が自由自在なところもいいところですよね。今日もスープのほか春らしい人参のラペとオレンジドレッシングのサラダをします。野菜をたっぷり食べたい方、料理は苦手だけど食べることは大好きな人、何よりも一鍋で煮ていろんな料理を楽しみたい方に見ていただきたい動画です。ぜひ最後までご覧ください。次々に野菜を入れていきましょう。今日はこんな平たけがありましたので根元だけを落として一番下に入れますね。その次はざく切りにしたキャベツ 100g 程度を入れます。新玉ねぎも出てきましたね。映像だと分かりにくいかもしれませんが、とっても小さな玉ねぎです。普通サイズだと1個分くらいですね。くし形に切ってください。新玉ねぎは水分が多いところもこの薄口煮にはもってこいなんです。甘いいい汁が出るんですよね。今日は人参をスライサーで薄切りにします。この薄切りでラペを作ってみますね。3分の2本使いました。一番上にスナップエンドウの筋を取ってのせます。いつも鍋に入れる順番は土の上にできるものは鍋の下の方に、土の中にできるものは鍋の上の方にと申し上げていますよね。ですのでスナップエンドウは鍋の下に入れないと思ってくださった方、薄口煮の上級者です。ありがとうございます。緑を生かしたいものは私はよく上に乗せたり途中で加えたりします。ブロッコリーなどもそうですね。色が綺麗なうちに取り出すことができるからです。ではいつものように 100ml の水に薄口醤油小さじ2を加えて鍋に回しかけます。最初は中火にかけますよ。蒸気穴が開いている場合、アルミホイルなどで蓋してくださいね。透明な鍋だと分かりやすいと思うのですが、加えた水が沸いてきましたよね。そうすると弱火にして煮ていきます。加える材料によってここからの時間は違ってきますが、春のみずみずしい野菜たちですので15分もあれば大丈夫です。こんな弱火でも鍋の中はぐずぐずといっていますよね。出来上がったみたいですよ。鍋の蓋についている水気も大事なうまみと栄養素が詰まっているので鍋に戻してあげてください。スナップエンドウとすべての野菜を少しずつ取ってサラダに、そしてほとんどの人参はラペにするので取り出しますね。鍋に残った野菜と汁で豆乳スープを作ります。豆乳を 300ml 加えます。豆乳の一部を水に変えていただいても大丈夫です。温まれば味噌をほんの少し加えてください。だしを加えていないのに発酵調味料で煮た野菜たちの甘みとうまみが混じり合っていい味が出ますよ。取り出したスナップエンドウを飾れば春らしい豆乳スープになります。取り出した人参はツナの小さな缶詰と合わせます。人参にほのかに味がついているので特別に味付けしなくてもいいと思いますが、お好みで塩、胡椒を加えてください。くるみなどナッツを加えると食感のアクセントになります。サラダを食べるとき火を通した野菜を加えるとたくさん食べることができ、生の野菜の爽やかさと加熱して甘みが出た野菜のいいとこ取りができます。
ホイルサーディンを乗せてみました。ドレッシングはみかんやオレンジ、これからは伊予柑や八朔などもいいですね。その絞り汁 60ml にオリーブ油やオメガ3のアマニ油、エゴマ油を大さじ2加えて、塩コショウを少々入れてシャカシャカとこんな風に混ぜると、油と水が乳化して簡単にオレンジドレッシングができますよ。いかがでしたか？薄口には一鍋でたくさんの野菜を煮ることができます。ファイトケミカルもいろんな種類が取れます。何より弱火で煮るのでほったらかしてもできる、光熱費も少なくて済むというところもいいですよね。忙しいと常備菜を作る時間もない人も多いはず。一鍋でアレンジが自由自在で、常備菜がなくても食卓が豊かになりますよ。最後まで見てくださってありがとうございます。あなたとあなたの大切な人の少しでもお役に立てたなら嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。